皆さんこんにちは。さあ今回はパリ美術館巡りの第3話ということで、エッフェル塔が目の前のホテルや昼と夜のエッフェル塔からの景色など、エッフェル塔の魅力を余すところなくご紹介します。オペラガルニエや周辺のパリグルメもご紹介します。見どころたっぷりの動画となっていますので、ぜひチャンネル登録の上じっくりとご覧ください。ホテルから歩いて数分のところにあるオペラガルニエに行くことにしました。今工事中なので正面が見れないの残念ですね。入場口は設計者シャルル・ガルニエの立派な彫刻が目印です。オペラガルニエはミュージアムパスが利用できませんので、今回は公式サイトからチケットを手配しました。通路を進むと円形ロビーがあります。ちょっと変わった屋根がありますが、この屋根には設計者シャルル・ガルニエの文字が刻まれているそうですよ。周囲は鏡張りになっていて、かつて貴族はここで身だしなみを整えたということです。こちらにチケットコントロールがありました。まず見えてくるのは女預言者のピトニス。アポロン神のお告げを人々に伝えていたそうです。左右には立派な階段があります。こちらの階段を上ると、中央にある大きな階段はグランエスカリエ。ここから見上げる30メートル吹き抜けの景色はオペラガルニエの見どころの一つです。まさに中世にタイムスリップしたかのような幻想的な景色ですよね。左右には2体の女性像が光の花束を持つように照明を照らしています。とても美しいです。階段や柱にはヨーロッパ各地から取り寄せた色とりどりの大理石が使われています。グランエスカリエの正面には悲劇と喜劇を表す2体の女神の彫刻があります。ここを入ると円形の廊下に扉がいくつもあるところに出ました。そしてこちらに入ると内部は音楽室のような静寂が広がります。そしてこちらも見どころの一つ、現在もオペラやバレエの公演が行われるイタリア式劇場ホール。こちらの天井画はマーク・シャガールが描いた夢の花束。客席は5階建ての全2081席で構成され、全体に馬のひづめの形をしているのが特徴です。さて、ホールを出て廊下を歩くとさらにお部屋がありました。こちらもすごいんです。オペラガルニエ最大の見どころ、グランフォワイエ。ルーブルのアポロンの間やベルサイユ宮殿の鏡の間にも匹敵する圧倒的な装飾美のお部屋です。通路には実際に使用された衣装が展示されていました。では次のホテルまで Uber で行ってみたいと思います。こちらですね。依頼する乗車場所を確定。現在のホテルから次のホテルまでの距離は約5キロ、車で20分ぐらいです。すごい、いきなりエッフェル塔が見えてる。プルマンパリ・トゥール・エッフェルはフランスを中心に世界90カ国以上で3500以上のホテルを展開しているアコーホテルズブランドのホテルです。プルマンブランドはプレミアムのカテゴリーに相当します。特徴は何といってもエッフェル塔が近いことで、調べた限りではエッフェル塔に最も近いホテルの一つでした。11階建て、客室は全430室の比較的大型のホテルです。
エントランスロビーはとても開放的ですよね。Bonjour. Bonjour. Hi. はい。 So you were here for one night and you Yes. booked for deluxe room, Eiffel Tower view with the balcony. Yes. And you booked for the twin bed, okay? So this is your room number. It's a 517 in the 5th floor exactly. ではお部屋レビューです。はい、今回のお部屋はプルマンパリトゥールエッフェルの517号室というお部屋になります。キーはね、こんな感じのなかなかいい感じの木製のカードキーになってます。このドアがね、結構重いんですよね。そして入るとね、こんな感じになってます。で、入ったらまずはこちらにキーを挿して、そうすると電源がつきますね。それでお部屋の配置ですけども、エッフェル塔がこの辺にあって、今回僕らのお部屋ここですね。ベランダからね、エッフェル塔が見えるお部屋ということになってます。こちらにね、洗面とトイレがあるんですけども、洗面はこんな感じになっています。まあかなりシンプルな感じのね、洗面ですよね。それからスリッパーが下の方にね、置いてありますね。こちらはね、ドライヤーですね。そしてこちらはね、ボトル式のハンドソープとハンドクリームということになってます。こちらはバニティキットということで、こんな感じですね。歯ブラシとかね、ひげ剃りとか、そういうのはやっぱりなくて、そのあたりはね、欧米のホテルであればしょうがないのかなというふうには思いますね。それでこちらにはね、シャワーがありますけども、バスタブはなくてね、シャワーだけということになってます。でシャンプー類なんかもね、こんな感じのボトル式のシャンプーが用意されているということになってますね。こちらにはガウンがありますね。トイレはね、やはりね、ウォッシュレットはついてない、かなりシンプルな感じのトイレということになってます。それからこちらクローゼットになってますけども、クローゼットはね、ちょっと狭めのクローゼットで、アイロンとアイロン台がしっかりと用意されてますね。そしてこちらがね、ミニバーのような感じになってますね。まず上にね、こんな感じでセーフティーボックスがあって、こちらにはね、コーヒーメーカーがありますね。それから下にはカップと、あとこれインスタントコーヒーですね。一応こちらにはね、ドリンク入ってますが、こちらは特に飲んでいいという説明は受けてないので、有料なんじゃないかなと思いますね。そしてお部屋はこんな感じの一つのお部屋ということになってます。まずちょっとね、奥の方まで行ってみたいと思いますけども、なんといってもね、エッフェル塔が見えるバルコニーのお部屋ということで、さあどんな感じに見えるのか。このベランダのね、向かいにはサッカーのコートが見えますけども、さあこんな感じです。どうですか、すごいですよね。エッフェル塔がこんな目の前に見えて、おそらくですね、一応 Google マップで見ると、こちらのホテルはエッフェル塔が一番近いホテルじゃないかなと思います。それでその中でもね、こちらのエッフェル塔が見えるお部屋っていうのは実はそんなに多くなくて、今回撮ったお部屋はエッフェル塔がバルコニーから見えるお部屋ということで撮りました。そしてバルコニーはね、こんな感じになってますね。チェアとね、テーブルが置かれてますよね。窓側から改めてお部屋を見ますと、こんな感じになってます。ソファーと、それからベッドですね。一応これ下が分かれててツイン仕様ではあるんですが、ただ上は一つになってますから、いわゆるキングサイズベッドのような、そんな感じになってますね。そして壁にはね、こんな感じの写真、おしゃれな写真がね、飾られてますよね。それから大きめのテレビということになってます。ちょっとこれ面白いんですけども、 Amazon のアレクサがね、置かれてますね。時間とかそういったもの、あとはね、一応こちらにホテルインフォメーションとかそういう風に書いてますから、そういったものも聞けばね、答えてくれるのかもしれませんね。あとはね、ベッドサイドにライトがあって、それから
アウトレットに関してはこれはヨーロッパの C タイプのねコンセントということになってますね。 USB なんかは用意されてないですね。そしてこちらがデスクになってますけど、結構デスク広いんですよね。すごく作業がねしやすそうなデスクということになってます。それからね、お部屋で Wi-Fi が使えます。 Wi-Fi のね通信速度は 39Mbps ですので、まず早いですよね。ということで、バルコニーからエッフェル塔が見えるお部屋ということですけども、いかがでしたでしょうか。5時に予約してますので、早速エッフェル塔へ行ってみます。こっから行ってって書いてるから、こっちだね。並んでるね。多分チケットによって違うはずなんだけど、エントランスがあって、今回はこちらのチケットですね。17時ということで、今からエッフェル塔行ってきます。ここでエッフェル塔について解説をします。エッフェル塔はフランス革命の100周年、1889年のパリ万博に合わせてフランスの国力をアピールするために作られました。塔の名前は設計者であるギュスターフ・エッフェルの名前に由来しています。展望台は3層になっており、1階が地上57メートル、2階が115メートル、そして最上階の3階が276メートル、最も高い部分は324メートルあります。2階までは階段がありますが、2階から3階はエレベーターのみとなっています。チケットは頂上までのチケットと2階までのチケットに分かれており、それぞれ2階まで階段で登るチケットとエレベーターで登るチケットの計4種類あります。頂上までのチケットはすぐ売り切れになりますが、当日券やツアーでも販売されています。チケット保有者と当日券購入者はこんな感じでレーンが分かれてるんですね。まずはセキュリティチェックがあります。さあ、中に入りました。すごい迫力です。予約している人はこちらの緑の矢印に向かいます。黄色は当日購入の列ですね。そしてこちらに緑のゲートがありました。Thank you. 並んでます。下から見るエッフェルもなかなかレアですよね。さあ、エレベーターの順番が来ました。こちらは2階までのエレベーターです。途中1階にも止まりました。ちなみに2階までのエレベーターは建設当時からの油圧式のままということでした。めちゃくちゃ寒い。いやー、でもすげえ寒いけどすごい。セーヌ川が見えますね。ルーブル美術館、そして奥にはモンマルトルが見えてます。こちらはトロカデロ庭園ですね。僕らのホテルはこちらに見えてます。2階にはお土産屋さんもありました。エッフェル塔関連グッズがたくさんありましたよ。娘へのお土産にこちらのキーホルダーを買いました。夕方のエッフェルはこれで終了です。エレベーターからの景色もいいですよね。夜はもっとすごいですよ。ここがシャンドマルス公園。芝生がずっと広がってます。今日の夕飯はホテルから3分の距離にあるこちらのファーミンっていうんですかね、
こちらに行ってみたいと思います。フレンチのお店、エスカルゴとかオニオンスープとか書いてるので、ちょっと行ってみたいと思います。ナビ開始でエッフェル塔を横目に見ながら歩きます。パリは気軽に入れるレストランがたくさんあるので、予約せずに適当に入るのもいいですよね。店内はバーカウンターもあり、いい雰囲気でした。黄色い照明もいいですよね。エスカルゴでしょ、あとスープ、オニオンスープ。じゃあピザのマルゲリータ、美しい牛リブロースステーキ 300g、 グラッシュシャンパンがあったのでこれにしてみよう。ドリンクはシャンパンとレモネード。こちらはピザマルゲリータ、生地がサクサクでチーズも熱々濃厚でしたよ。こちらはオニオンスープ、香りもとても良くて、こちらの厚めのパンは味が染みていてめちゃうまでした。オニオンもトロトロでしたよ。こちらはエスカルゴ、こちらはバゲット。エスカルゴはぜひ食べてみたかったですね。濃厚なソースでパンとの相性が抜群でした。最後は牛リブロースステーキ、サラダとフライドポテト。ステーキはちょっと固めでしたが香ばしくて良かったですよ。エッフェル塔がね、少しね青い色でライトアップされ始めましたね。夜9時ぐらいから毎時0分ちょうどにシャンパンフラッシュっていうのがねあるみたいなんで、それもとても楽しみですね。さあ夜は頂上まで予約してるので10分前ぐらいにホテルを出ました。昼間よりはだいぶ空いてるようでした。21時ちょうどにシャンパンフラッシュが始まりました。やはり空いてますね。それにしてもこの日は本当に寒かったです。昼と同じくまずは2階までのエレベーターに乗車しました。一旦2階で降りて3階行きのエレベーターに乗り換えます。3階まではエレベーターのみとなっています。3階に到着しました。外が寒いためか屋内は結構混んでました。そしてこちらの階段を上ると、パリで最も高いところから夜景を堪能できました。いつまでも見ていたいところですが、外は寒すぎましたので一旦2階に降りました。2階に着いたらちょうどシャンパンフラッシュの時間でした。こちらが2階からの夜景です。いかがでしょうか。結構明るく光っていて、むしろ3階よりも綺麗な感じがしました。特にこのクルーズ船がすごい綺麗ですよね。さて2階から1階には階段で降りることにしました。
しかしこの選択はちょっとミスだったかもしれません。暗いし遠いしで大変でした。さあようやく1階に到着しました。1階にはドーム状のレストランや屋内のレストラン、ショップなどがあります。出口は何やら光ってますよ。物売りのお兄ちゃんたちです。露店もありましたよ。4日目の朝はホテルのレストランで朝食をいただきます。朝食のレストランは1階にありました。こちらの席に案内をしてもらいました。レストランはかなり広く、いろんな座席が用意されてました。料金は1名あたり32ユーロでした。食事はビュッフェ形式でいただきます。やはりフランス、パンはとても豊富でしたよ。こちらはバゲット。マフィンもありました。食パンやクロワッサン、パンオショコラはもちろんあります。こちらはワッフルとパンケーキ。ジャムもいろいろありましたよ。クレープやフレンチトーストもありました。こちらはじゃがバターでしょうかね。レーズンパンやチョコレートパン。白米やスープ、奥にはトマトもあります。こちらはポテトやマッシュルーム。朝食の定番、ソーセージやベーコンです。こちらは目玉焼き。スクランブルエッグです。こちらにはハムやチーズがありました。ゆで卵やサーモンも置いてあります。こちらは木の実やスナック類。シリアルとミルク。サラダバーです。ヨーグルトもいろんな種類がありました。こちらはドリンク類。生搾りオレンジジュースは嬉しいですよね。こちらはフルーツコーナーです。全体に食材はとても豊富でした。今からね、このエッフェル塔からイエナ橋っていう橋を渡ってトロカデロっていうね庭園の方に行ってみたいと思います。それにしてもやはりエッフェル塔ね、近くで見るとすごい迫力ですよね。これがイエナ橋という橋で、その奥にあるのがねトロカデロ庭園っていう、このエッフェル塔が正面に見える絶景スポットみたいなんで、こちらを行ってみたいと思います。上にちょこっと見えるメリーゴーランド見えますね。結構ねパリの街中ってメリーゴーランドいっぱいあるんですよね。両脇になんかこんな感じでウイングみたいになってるんですけども、これはねシャイ陽宮っていう昔の宮殿のような感じみたいですね。セーヌ川ね、このクルーズ船がね結構たくさん行き来してんですよね。この辺全体もね世界遺産になってますので、非常に見応えのある景色になってますよね。何気ないところにねこういう風な彫刻があるのはやっぱりパリっぽいですよね。
こちらがねトロカデロ庭園ということになります。こちらにシャイ王宮っていうのがあって、そしてエッフェル塔の方を見るとこんな感じです。ちょっと高いところにあるのでエッフェル塔がね上から下まで見えるというのがこちらのいいところでしょうかね。今回の動画はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。